YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。7月28日日曜日、昨日に引き続き快晴、暑いけど気持ちいい。梅雨が終わると川の水も透明感が増してきました。プチ洪水の時は川の水も真っ茶っちゃだったのでね、清涼感も増し増しです。梅雨には川のいろんな生き物が流されてだいぶ生態系も変わった気がしますけど、また新たな生態系が出来上がりつつあるようです。今日も洗濯日和、洗濯機2回ぐらい回しちゃおうかな。今年の春はここでキャンプできなかったので、この夏が過ぎたら秋キャンプ、それまで待機しときましょう。父さんの手もこんな感じで傷だらけ。手をかざすとどこからでも飛んでくる。ここはチョロコさんの聖域ですよ、ヨシヒコ。目からビーム出てますよ。多分ヨシヒコもできるよ。そう、iPhone ならね。今日も隠れ家から高みの見物ニーチョさん。今日も下脱してますね。さて本日も早朝パンコネから始まります。パンコネといってもね、前日に粉類の材料と水分も全部合わせて冷蔵庫で一晩寝かしておいたものなので、こねるというよりね、まとめるぐらいの感覚でパン生地をビロビロと伸ばしては畳むという作業を繰り返しています。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 70% です。この生地を使って何を作るのかというと、本日はハチャプリチーズブレッドなるものを作ろうと思います。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。本日も安定のフライパン湯煎発酵システム。買い物に行く前に湯煎で発酵させておいて、帰ってきたらもう一度生地をビロンビロンと伸ばしながら畳むという作業を繰り返します。本日作るハチャプリチーズブレッドなんですけど、以前ハチャプリというパンを何年前かに作ったと思うんですけど、ハチャプリというのはジョージアの国民食ともいえるパンで、船の形に成形したパンの真ん中にチーズとかね、あと卵黄とかを乗せて焼くパンなんですけど、パンの縁を少し盛り上げるような形に成形して、中に具材が乗りやすいような形になっているので、どちらかというとピザに近い感覚なんじゃないかなと思います。ジョージアの方が作るハチャプリというパンをね見てみると、とんでもなく巨大なパンなんですけど、うちのオーブンではちょっと限界があるので、うちのオーブンサイズで作っていこうかなと思います。しれっとね、パン生地が2段になってると思うんですけど、上の段は私専用の米ぬか小麦粉半分半分のパンです。さて、フライパン湯煎発酵システムの威力を解くとご覧あれ。タッパーだとね、熱が伝わりやすいのかわかんないんですけど、すごく膨らんでくれます。そして粘着力も半端ないですね。グルテンが成長した証拠ですね。ガスが抜けてしまわないようにね、こうやって優しく優しく折りたたみながら表面のツヤを出していきます。手を水で湿らせながら生地をこうやって抱えるとね、手にくっつかなくて折りたたみやすいです。
こうやってね何度も何度も折りたたんでる間にどんどん表面がツヤツヤになっていくのが可愛いですね。他の作業をしてる間ちょっとパン生地を休ませておきます。なんだか久々のじゃがいも。最近は農家さん直売コーナーのねナスビに人気の座を取られたというか、私のさじ加減一つではあるんですけど、ナスビばっかり買ってたのでね、たまにはじゃがいも料理も作っておこうかな。料理といってもね、レンチンしてオイルと調味料をまぶして混ぜるだけなんですけどね。なんだかんだでやっぱりナスビに買ってる。アライグマババカルの夏野菜洗い。さて今回ハチャプリの上に乗せる具材なんですけど、玉ねぎのみじん切りとナスビのみじん切りって言っていいのかな、ナスビを小さく細かくカットしたものとひき肉を合わせて炒めて、ケチャップで味付けしたちょっと水分の少ないミートソースみたいなものを作ろうかと思います。本場のハチャプリを見るとね、粉形のパンの上に一個一個卵黄が乗ってたりするんですけど、安くなってきたとはいえね、一個一個に卵の卵黄だけを乗せるのもちょっともったいないので、今回は卵なしでその代わりチーズをたっぷりと乗せてやろうかと思います。横に置いておいたパン生地がどんどんまた膨らんできてるので、結構焦りながらみじん切りを作ってますけど、一旦この辺りでちょっとパンの成形を始めようかな。もうちょっと置いておいただけでガスもボッコボコになってます。成形をしようとパン生地をひっくり返したら、タイミング悪いですね。今のカットは取り直しができなかったのでそのまま使いました。ちなみに間違い電話だったみたいです。プルンプルンのパン生地を折りたたんでいきます。数年前に作ったサワーシュ工房のさわこちゃん、未だ現役です。ほんとサワーシュ工房ってね、一回作ると一生ものですね。ちょっと丸めて収まりが良くなったら、この生地を4等分にします。カーリバのオーブンで上下の2段焼きで2等分で焼くか、それとも1段に2個ずつ並べて4等分にするかだいぶ悩んだんですけど、食べやすさを重視して4等分にしました。加水率 70% の生地ですけど、手粉をたっぷりつけながら丸めると手にひっつくこともなくね、とても弾力のある気持ちのいい生地です。パン作りの何が好きかってね、やっぱりこうやってパン生地を丸めてる時の感触がね、気持ちいいんですよね。パン作り好きさんあるあるじゃないですかね。ベンチタイムを取っている間に 20% 引きのひき肉を自慢しながらハチャプリに乗せる具材を作っていきます。先ほどカットした玉ねぎとナスビのみじん切りをざっくりと炒めたら、その中にひき肉も入れて、ひき肉にしっかりと火が通るように炒めていきます。本日も安定の合法パウダー。最近はこの調味料がないと生きていけないような状態になってしまいました。そして鬼量のケチャップ。隠し味にウスターソースをちょろり。あとは水分を飛ばしながら炒めていきます。ちょっと平たく伸ばしてケチャップを焦がすのも美味しいです。それではハチャプリの成形をしていきます。弾力すごいので伸ばしても戻ってきますけどね、頑張って丸く伸ばしたら、フォークでも何でもいいんですけど、こうやってちょっとパン生地の表面をボッコボコにしてやります。上に具をのせるパンの場合ね、これをやっておかないとパンが焼けた時にブワーッと膨らんで具が全部滑り落ちるという現象が起きてしまいます。そしたらこの縁の部分にピザ用のチーズをね、こうやって包み込むような形で、ピザの生地の耳を作るような感じでね、
チーズを盛り込んでいきます。反対側にもねチーズを盛り込んだら、この端っこを閉じるんですけど、端と端をこうやってちょっとくるくるくるっと絞るような形で尖らせると、なんか可愛い小舟みたいな形に見えませんか？生地がやばいのでね、ちょっと持ちにくいですが、これを天板の上に移動します。パンの底にボコボコに穴を開けて、しかも縁をこうやって盛り上げることでね、具材の雪崩が起きるのを防ぎます。パンのこの受け皿部分に一応油を塗ってますけどね、正直いらないかもしれません。これは無駄なカロリーでしたね。そうしたら先ほど作ったひき肉の具材をぎゅうぎゅうに敷き詰めていきます。くぼみがあるので結構大量に具材を乗せることができます。これでもかっていうぐらい上に乗せてぎゅうぎゅうに押し込んでますけどね、それでも具材がちょっと余ってしまいました。余った具材はまたちょっとアレンジしてランチに添えようかなと思います。そうしましたらチーズもりもり、カロリーがどんどん加算されていきます。カロリーイコール美味しいということでね、ゼロカロリー。縁の部分に卵を塗ります。焼き上がりがテッカテカになるようにたっぷりと塗ってやりましょう。一応具材の雪崩が起きないようにちゃんとね、パン生地の縁を盛り上がらせたりはしてるんですけどね、さらに用心のためにペーパーの角も縛って防御壁を作っておきます。それではオーブンの上下段で焼いていきましょう。このね、アイビスオーヤマのオーブンがもうちょっと大きければね、巨大なハチャプリが焼けるんですけど、あんまり大きいオーブンも持て余したりするのでね、今のところババアはこのサイズがちょうどいいのかな。200度の上下ヒーターで30分、途中上下段も入れ替えたりしながら焼き上げます。焼いてる間にサラダを作ります。蛇腹きゅうりとトマトのサラダ。蛇腹きゅうり久しぶりですね。切り方が雑すぎる。昨日きゅうりが安かったから結構たくさん買ったんですけどね、今日買い物に行ったら急に値段が上がったりしてて、農家さん直売コーナーの値段の変動も激しい昨今です。トマトはざく切りにします。一口サイズ、おちょぼ口サイズぐらいにカットします。味付けは合法パウダーとマヨニョロ、そして砂糖ちょっとだけ、そしてリンゴ酢たらりの醤油もたらり、これだけです。この赤ピーマンと緑のピーマンも昨日買ったんですけど、今日はねピーマンやっぱり高かったりするんでね、日曜日はもしかしたら農家さんのコーナーもちょっとお高くなるのかもしれないです。このピーマンは何をするのかというと、さっき余ったハチャプリの具材に合わせてドライカレーにしようと思います。チーズもちょっとだけ余ったので入れちゃいました。この中にピーマンをドカッと入れてかさ増ししてやります。あとはカレー粉をまぶすだけ。そしてさっきパンの上に塗った卵も余ったので入れちゃい、たったこれだけなんですけどね、このカレーの匂いにつられて作ってる時に旦那がふらりとやってきました。レンチンじゃがいもも完成したので、生姜にんにくオイルと合法パウダー以上。簡単すぎる。サラダも盛り付けてどんどん準備しましょう。上の段がちょっと焼き目が薄いのでね、
この後250度に上げてもう一回5分ほど焼きました。暑いので旦那氏登場。きれいにカットしてくれたまえよ。カットしたハチャプリを乗せた皿にドライカレーとじゃがいもを添えます。皿がちょっとシンプルすぎる気もしますけども、なかなかいい感じに仕上がりました。そして本日もイナーガーで作ったコーヒーゼリー。昨日作って美味しかったのでね、また今日も作っちゃいました。そしてコーヒーゼリーの上にアイスクリーム。血糖値に優しいココアも振っちゃいましょう。ということで完成しましたハチャプリとなんかドライカレーとじゃがいも。それではいただきましょう。500g の生地で作ったハチャプリがセンターに並んでますけど、食パンで換算すると食パン2斤分の分量ですね。この適当に作ったドレッシングのサラダもとっても美味しいです。そしてこのハチャプリチーズブレッドの出来栄えですが、めっちゃ美味しかったです。この縁のところにもね、チーズがたっぷりと入ってるので、どこを食べてもチーズの味。なんだか贅沢ですね。このドライカレーと一緒にね、食べてみるのも美味しいし、ハチャプリ本体のね、上に乗ってるこのミートソース的な味わいの具材もすごく美味しいし、パン生地もね、ふわふわですごい美味しかったです。そしてこの合法パウダーまぶしじゃがいもも最高です。そしてさらにコーヒーゼリーアイス。イナーガーめっちゃいいですね。ゼリーと違ってイナーガーはしっかりと沸騰させないといけないんですけど、その代わり常温で固まってくれるのでね、完全に固まってから冷蔵庫に直すこともできます。ということで本日もよしひこと一緒に美味しかったです。さようなら。